はーい、ネイリストのゆかです。今日はフレンチの塗り方を、解説していこうと思います。用意するものはこういったフレンチ筆は必須になります。そして白、そしてパレットがある方はパレット、そしてあとはクリアジェルもあるといいかなと思います。まず最初に白の選び方なんですけれども、こちらはリーフジェルですね。こちらのリーフジェルの白の硬さなんですけれども、結構こっちの02番の白はすごいこういうとろみがあって柔らかいジェルです。こういう感じのジェルになります。そしてこちらの000番、これはすごい硬くて、わかります？こうちょっとカスカスってなっちゃったのわかりますかね。そう、全然粘度が違います。なのでしばらくこうやって傾けてると、こっちの白は少しこうジェルが落ちてくると思うんですけど、こっちはなかなか落ちないです。もうその硬さがあります。なのでその硬さによって、使いやすい使いにくいっていうのがあると思うので、その方によってこう変えていけばいいのかなと思います。ただしっかりパッキリしっかりした、フレンチを作りたいっていう方は硬いジェルの方がいいのかなと思いますね。で、今日は、硬いジェルの方を使ってパッキリしたジェルを作っていこうと思います。で、フレンチのやり方っていうのは何個かあるんですね。なので今日はその一つ目をお教えしたいと思います。で、こちらの方はあらかじめベースのジェルを塗っています。ただベースのジェルをこうやって塗ってると、このジェルの未硬化の部分があるので、どうしてもちょっとこういう柔らかいジェルだと滲んでしまって相性が悪かったりとか、その未硬化のジェルが多かったりすると滲んでしまって、そのフレンチの際の部分がボケてしまうことがあるんですね。滲んでボケてしまうことがあるので、そういうことがないように白のフレンチだったらしっかり固めのジェルを使っていくのがいいかなとは思います。で、白の白さっていうか、もう結構こう違ったりとか、こちらを使っていきます。そしてクリアは何に使うかというと、そのフレンチを塗る前の筆を整えるために使っていきます。ある程度やはり筆にクリアがないと綺麗に白が馴染んでくれないような気がするので、ちょっとここで白じゃなくてクリアですね、クリアをなじませます。あと筆にクリアをなじませる理由としては、その白の顔料がしっかりこう中まで入り込まないようにしているっていうのもありますね。お掃除する時にこう流れやすくなってくれるので、とても楽になります。そして使う白、こちらの白をフレンチの筆にもなじませます。で、これで準備ができました。そして塗っていくんですが、まず厚みと中心と端っこを決めていきます。だいたい厚みはこのぐらい。そしてそれに合わせてこう始めるところですね、このエッジ部分、ここの部分を決めていきます。そしたらここの上をなぞるようにこう決めていきたいので、
そして少しなだらかにします。力を入れずになだらかに。そしてエッジも塗っていきます。逆からも見て、で OK でしたらこのまま硬化します。はい、では硬化しました。そしたらもう一度しっかり白をつけて、ちょっとこうカタカタしてる部分の修正をもするように塗っていきます。で少し自分の方向に傾けてあげるとこれはやりやすいかなと思います。これはマニキュアとかでも塗るような塗り方ですね。マニキュアのフレンチもこうやって塗っていきます。そして白をしっかりなじませて、ではみ出てる部分があったらしっかり取っていきます。こんな感じです。これで固めていきます。で最後にこちらのノンワイプトップ塗っていきます。で塗るとこんな感じで、さっきまでちょっとこうラインが見えてたと思うんですけど、それが結構消えます。トップを塗ると消えてくれるんですよね。はい、ではノンワイプを塗ったのでこの通り終わりになります。仕上がりになります。でここにラインを引いても可愛いですし、ラメのラインとか、あと最近だとメタリックですとか、あと他の色とか、黒とかそういったものをこうラインのところに引いてあげても可愛いかなと思います。ではまた見てね。バイバイ。